観光3日目ですね。初日は初期スポーン地点のすぐ近くにある始まりの村をご案内しました。そして前回はその始まりの村からネザーを抜けて石造りで統一されたピラミッドがある町、砂漠の町をご紹介してきました。というわけで今回は砂漠の町の駅からトロッコ列車に乗ってアカシアの村に向かいたいと思います。600人感謝祭ということは2年以上前ですね。配信では確か完成できなかった駅ですよね。さあ、ここからトロッコに乗ってアカシアの村へ向かいましょう。このトロッコ列車から見える景色は鉄道という名前でショート動画にもしています。マイクラ私の旅物語という日本公式さんの動画に取り上げていただいている景色ということでおすすめスポットの一つですね。途中には銅で作った橋も架けられています。トンネルを抜けるとアカシアの村の駅に到着します。アカシアの村のコンセプトは山間にある漁村って感じですかね。階段を降りるとすぐに改札口があります。駅舎の離れのところにあるのが駅員さんの仮眠室です。ここがアカシアの村の拠点ですね。ここには駅員さん用の入り口があります。お客さんは駅から階段を降りて改札口から村へと入ります。改札口のすぐそばには待合室があります。村に訪れた観光客用の地図も貼ってありますね。待合室の向かいにはカウンターがあります。ここで切符の手配とかをする場所ですね。2匹のラマが駅員さんをしてくれているのでご紹介しましょう。駅長のマングローと補佐のアカシアさんですね。村に向かいましょう。駅の目の前には海が広がっています。駅舎には馬を止める馬中馬が併設されていますね。駅前には広場もあります。海に面したこの建物は昆布の養殖場です。ここでは昆布が売られていますね。養殖場には船を乾燥する場所もあります。陸揚げされた船に猫さんたちが乗り込んでいる癒しスポットとなっていますね。養殖場ということで種苗と呼ばれる昆布の赤ちゃんを育てる水槽があります。ここは昆布の自動回収装置になっています。ここで育った赤ちゃんを沖にある養殖場で育てていく、そんな施設ですね。養殖場には昆布を乾燥して加工する場所が併設されています。ちょっとした調理ができる場所もあって、昆布のね、出汁とかの味見ができる、そんな建物をイメージして作りましたね。広場を挟んで向かい側にあるのは工芸店です。
お土産なんかが置いてあるお店をイメージして作りました。染められた服や加工された石が置いてあります。お店の中に入ると石を加工している石工さんがいます。観光の村ということで、郷土の歴史なんかを綴るね、司書さんもいます。店舗の裏には焼き窯がありますね。ここの焼き窯は石製装機になっているので、松本城の石垣を作る際に重宝しましたね。だいぶ使い切っています。お店のこちら側には村に抜ける裏口もありますね。広場から村に入っていきたいと思います。村の入り口には収穫された野菜を売る販売店があります。かぼちゃが置かれていますが、ここは奥の畑ともつながっていて、村で採れる野菜がすべてここで売られている、そんな場所ですね。工芸店の裏口がここにあります。さらに村の奥に入っていきましょう。こちらの階段を登っていくと寺院があります。ここの参道は世界遺産のプレアビヒア寺院をモデルに作りましたね。階段の先には民族旗が飾られた小さな建物があります。修行僧が寝泊まりする、そんな建物ですね。崖の手前にある祭壇にはエンドポータルを指す宝剣が祀られています。さあ、村に戻りましょう。こちらから見た方が山門が綺麗に見えますね。結構細かい作りをしてるんですよね。村人の居住区に進んでいきます。ここは機織り職人さんの家ですね。ゴーレムさんが迷い込んでから出れなくなっていますが、水力を使った織物をしています。小屋の外にある水車を動力にして糸を紡いでいく、そんな施設ですね。作業小屋の正面には寝泊まりをするお家があります。裏手にある水車は村の近くにある大きな滝から流れる川を使って動かしています。この川は隣にある染め物工房に向かって流れていってますね。
農家さんのお家に行ってみましょう。こちらは人参畑ですね。ここの畑は自動で回収できるようになっています。隣がじゃがいも畑ですね。こちらも自動で回収できるようになっていますね。ここは村で採れた野菜を保管しておく場所ですね。ここはかぼちゃ農家さんのお家ですね。ここから販売店に行くことができます。この狭い通路の先にはかぼちゃ畑があります。ここは半自動で回収できる装置になっていますね。ここの感圧板を農家さんが踏むとかぼちゃが回収される、そんな装置です。じゃがいも畑の農家さんのお家は人参畑の農家さんのお家と同じなので、こちらでご紹介していきましょう。入ったところにはキッチンがあって、奥にプライベートルームがある、そんな間取りになっていますね。壁の色が違うだけの同じ作りの建物です。アカシアの村最後のお家は染め物職人さんのお家です。きれいな川の水を使って海苔を流している、そんな場所ですね。この染め窯というんですかね、ここの蓋は当初開けていたのですが、職人さんがねハマってしまったことがあったので今は閉じています。奥の扉の先が居住スペースですね。ここは結構こだわって作った覚えがありますね。村の一番奥には物見櫓があります。この物見櫓は吉野ヶ里遺跡にある物見櫓を参考に作りました。一番上の見張り台からは村が一望できますね。さあ、これでアカシアの村の建物は全てご紹介できたかなと思います。というわけで、松本城へ向かうべく砂漠の町からネザーに向かいましょう。ネザーの拠点まで戻ってきました。前回の動画で後に回したこの階段を降りていきます。ここがネザーのブランチマイニング場です。ここではネザーレンガやネザーライトを集めていましたね。
この先にあるのが松本城なのですが、少し寄り道をしていきます。さあ、海底神殿ですね。ゲートを入ったすぐ横に海底神殿の拠点があります。目の前にはガーディアントラップですね。シーランタンとタラを大量に回収できる装置です。海底神殿はいずれ改装したいと思ってるのですが、あまり改装できていないんですよね。ここには昆布の回収装置を作っています。ここも配信で作りかけた場所でしたね。海底神殿の入り口に向かいたいと思います。ここにはもっと施設をね作っていきたいなと思っていたので、入り口は少し綺麗に装飾しています。この海底神殿の会場は調査団が調査している場所になっていますね。ここからはトラップも見えますね。神殿に調査用のイカダが接続されています。調査が名目なので、この海の中がね見えるような場所も作ってありますね。この先にあるのが海底神殿の調査に向かう入り口です。調査団の船が停泊する船着き場も作りました。こちらには船が置いてありますね。地図も置いてあります。ここはよく釣りに来ていた場所で、釣りをしながらシーランタンを貯めていましたね。ここからは回転神殿もよく見えます。というわけでネザーに戻りましょう。松本城に行く方向には10本の鳥居があります。動画で10本鳥居なんて呼んでいた覚えがありますね。この10本の鳥居の先に松本城へのネザーゲートがあります。あちらに見えるのが松本城のネザーゲートですね。反対側はブランチマイニング場になっています。ここも掘り尽くしてしまいましたね。松本城に向かいましょう。
松本城のネザーゲートは若宮八幡社の拝殿の中にあります。外はあいにくの雨ですね。ここから松本城の散策を始めると長時間になってしまうので、今回はここで終わりにしたいと思います。とはいえせっかく松本城まで来たので、次回の観光の準備としてパート90以降建築した場所をご紹介しておきます。シリーズが終わってから三の丸の南側を造成していました。大規模な整地が必要だったのでシリーズには間に合わなかった場所ですね。城造りで不振と呼ばれる土地を作る作業、そして櫓や塀を作る作事と呼ばれる工程をしていました。三の丸の残りの建物自体は今まで動画で紹介していたものと大差はないので、改めて次回以降松本城の散策をする際にご紹介したいと思います。もし詳しく知りたい場所などありましたらコメントいただければできる限り紹介させていただきたいと思います。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。